もう5ヶ月ぶりですよ。これ回すのですか？はい、うちで？そう。最後撮ったのってでも年末じゃなかったですか？10月頭だったと思うんですよね。そっから舞台入って、舞台終わって一回拉致されてこっち来ましたけど、その時撮ってないので、それ以降って、まあ、ちょっと飲んだぐらいじゃないですか、東京で。そうか、はい、です。10月頭ですよ、最後。あ、そうそうかそうですよ、もう結構長いですよ。じゃあ1年弱撮ったんですね、スタートから。そう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 、はいはい、10ヶ月。10ヶ月よ。おもむろに作業してもいいですか？ああ、はいはいはい。いかがでしたこの10ヶ月は？いやー、なんでしょう、今まで42、3年で経験したことのないことだらけでしたね。だから長く感じました。ああ、この1年いろんなことを、新しいことを経験させてもらったので、仲良くもなってったし、そうですね、いろんな人がここで入りするから、いろんな人との出会いと、はい、誰との出会いがおっと思いました？東出昌大以外にそういうのいらないかでも予定が立たないじゃないですか、山って、はいはいはい、なんかじゃあ畑やろうと思ってます、小屋やろうと思ってますって言ってたら、釣り名人がいきなり訪ねてきて、はい、じゃあ釣り行きますかってなったり、はい、あとまあ今日の夕飯何にしましょうかねって言ってたら動物が運ばれてきて、はいはいはい、でじゃあもうこれさばくのに1日かかるけど、はい、まあ取れたての内臓だから今日もつ焼きねとか、はいはいはい、いつもまあ大体来た時 2,3 日来るの来て、最後いつも聞いてくれるじゃないですか、取れ高ありましたかみたいな、毎回ある毎回予想しないことだらけこの鴨美味しいといいですね。ああ、これどうしたんですか？これはいつだったっけな、漁期の最後の方だから1週間前、はい、1週間前に取った鴨なんです、はい、で野生肉って結構取ってから夏場とかは無理だけど、真冬は熟成って言ってほっとくんです、はい、そうすると肉がより美味しくなる、この鴨も熟成かけたから、だからやっと食べれる鴨鍋。でもなんかさっき言ったその出会いってなんか人っていうよりなんか獣、でなんか僕は記憶が残ってますね、何取った時とか、はい、アナグマあそこで止め刺ししたなとか、キツネやったなとか、ロードキルのアナグマあそこで、ピックアップしたなとか、それは一緒ですね。僕も獣の方が何かあった時の記憶を呼び覚ますのに、はっきり覚えられる、思い出せる。大仰なことを言うわけじゃないけど、命が失われ、それがすごい自分たちの胃袋に入るまでの工程が全部見えてるから、そういう経験なかなか都市部だとまあほぼほぼできないから、だからなんか感じるというか考える時もあれば、ああそっかこんなに無情なものなんだとか、いろんな出会いがありましたね。そうですね。外食する会とかもね取ったけど、それはそれで便利だし美味しいし、まあ生活ですね。そうですね。今までもう外食した時もただ酔っ払ってるだけですよねそう映りますだとしたらお蔵入りしてもらった方がゲロ滑りしてるとことかある、全然あると思いますけど、ようやくですね。ようやくね、配信ですね。坂上さんと仲良くなってっていうこともあったけど、やっぱ取って出し、の頃でよく分かんないまま自分たちのやってることもこの生活も、坂上さんの中での方向性とかも、探りながらやるよか貯めた時間、っていうことにも意味が生まれるような編集になるんじゃないですかね。なんか最初の頃の、やっぱ見返すと、と坂上さん距離あるなとか思いますもん何やりながら
確かに距離はそうですよね。だってもともと知り合いではなく、っていうところからスタートなので、確かにそうですよね。何したら怒られるのかこっちも分かんないから。いや、そんな怒ることあります？いや今となっちゃない人だなっていうのは分かりますけど、当時はやっぱ分かんないですからね。ああ、初めましてですしね、確かに悪名高い僕と仕事をする上でまあ世間的にはそんなこと言われたりとかありましたけど、ね、でも全然そんなことはない。分からんですね、一緒に時間過ごしてみないと。そうですね。これまず全部毛をむしるんですか？そうです。でこの毛も無駄にならなくて、水鳥のこういう毛、鳥類の毛って、釣りの毛針とかにできるので、冬はダウンとかもこういうものを使ってるんですかね。でも結構このね YouTube 以外にもいろいろ撮影いっぱい多いじゃないですか。役者ももちろんですけど、生活もちょこちょこ出てたりとか、でまたこういうので撮るとなると結構しんどいと思うんですよ、その撮られる側は。でもそれでもなんかこうやろうと踏み出してくれたのって、どういう思いがあったんですか？まあ収入の足しぐらいにはなるよっていう誘い文句と、でもその中でやっぱりお話ししたのは、いくらそのなんでしょうね、編集ってやっぱ意思を持ってできるから、僕のいいところばっかりをつなげようとしたら、それこそイメージアップとか、まあでもそういうことだって狙えるかもしれないじゃないですか。でも僕はなんかありのままでやりましょうって、だから生活でしかないけど、まあ動物の命を取るってこれ以上ない忌避感を抱く人はいると思うんですよ。ただそれも僕の生活、その代わりにまあ僕も YouTube をすごい見てるわけじゃないから分からんけど、YouTuber さんのようななんでしょう、その企画を練って、そういう企画ありきのためにっていう撮影は、この僕は動物の命とかがかかってるから、それはやっちゃいけないと思って、だから YouTube の企画ありきっていうことはできませんけど、生活の切り取りでもいいんですかって言ったら、坂上さんがそれでいきましょうっておっしゃってくださったから、受けるって感じになったってことかな。でもそのためには坂上さんマジで山歩けるようにしてくださいとかねえ、そういう要望もあったろうし、ここの羽がめっちゃ綺麗なんですよね。確かに何ですか、なんでそこだけ。ねえ、マガモってこの顔が青いから、緑色だから、これ青首って呼ばれるんですよ、マガモのオスは。でカモっていろんなカモがいるんですけど、まあその中でもマガモは最高級にうまいとされてるカモなんです。でもマガモ取れると、うわマガモ取れたってなんか食欲がそそられるだけではなく、取った後のマガモがこうやってすごい綺麗だから、でもこんな近づかないと見れないっていうこともなんか感じ入ったりして、これも打ったんですよね。これ打ちました、三段で。あ、三段。じゃあまだ玉が入ってる。入ってる箇所もあるかも。内臓は食べたんですか？内臓は砂肝とハツとレバーは食べました。内臓はね、熟成とかじゃなく、なるべく取ってから早いうちに食べた方がいいので、その日の夕飯に食べました。1年ちょっと前だから定住し始めたぐらいですよね。いえ、僕がこっちに移り住んで1年後ぐらいです、坂上さんから。ビルの時系列的には後ですよね。あとそうですよね。ビルを見てた方が僕のドキュメンタリー映画の線で見てた方がなんかやっぱしっくり感じるところは多い気がしますね。何を経てここに来たのかっていうのが映画を見たら分かるじゃないですか。坂上の個人的なおすすめとして見といてほしいって僕は思います。わかりました。圧倒的なニヤニヤすんなよし、ちょっと
抜けやすいところは抜いたので、あとお湯かけて、で毛穴を一回開いて、余計抜きやすくしてから続きをします。過去の見返してますけど今、再編集して、カメラ下手ですね、最初特に。あ、そうなんですか。なんか歯がゆいですね、見てて。あ、そう、それってもともとテレビディレクターさんで、でもカメラ回した経験もあったじゃないですか。だからカメラの技術がもともとなかったっていうわけじゃなく、ここの生活のこの順序とかがだんだんこうやって身についてきて、カメラが上手くなったってことなんですかね。あと東出さんの圧僕の圧なるほど、聞こうか。ギラギラしてる時がやっぱ僕ある。怖い、何されるか分かんないから。なるほどなるほど。怖いなと思って、俺の後ろに立つなみたいなね、雰囲気が。鼻すするなと、枝踏むな。そりゃそうよ、狩猟中はね。もう鉄砲持ってる人にそんな言われたら、いや怖いその解釈が怖い。持ってる人にってなると。手羽もあるんですか？ありますよ、ここ。あ、これが手羽。まあもっともっと鶏肉になっていくから、そのうちもうなんか肉のハナマサとか、それこそ、焼き鳥屋さんでバッと置いてあるような肉になっていくから。よし、これバーナーであと残りの毛を燃やしたいんだけど、うちにはバーナーがないから。これいくか、この雨の中。じゃあ待ってますね。僕行きましょうかじゃないですね。ほらカメラあるし。そうだね、まあ盗む人いないけど。この背中のうっ血部分が三段ですかね。そう、ここ入ってますね。やっぱ野生動物取る時って難しくて、こっちに気づいてないカモだったんです。で頭の方を狙った瞬間に飛び立とうとしたんです。だからちょっと弾が下半身に当たっちゃったんですね。最初の頃の素材見てて、小屋紹介してくれてて、ここが土間でここが明かり取り取ってみたいな、あとこれ春になったら完成するんですけどねみたいなこと言ってたじゃないですか。今もう1年以上経ってますけど、まだ小屋完成してないです。でも分かったでしょ、通ってみて。小屋建てるのってなかなか根気がいるの。いりますね。でもストーブ入ったんですよ。あ、そうですか。じゃあもうあと内壁と、あと水引けば。でなんかそういうことずっと言ってますよね。言ってます。現状だといつ完成予定なんですか？春。あら、デジャブが続くの。すごい血が溜まっちゃってた。
あ、本当だ。胸肉。このガラをどうすっか、使うか使うまいか入れてみますか。入れましょう。胸肉。おいしい。もも肉。結構でかいまま。まあ野郎2人が食うだけだから、そんなにおしゃれに作る必要もないでしょ。カモは1羽だけですか、取ったの？カモ今季は3羽取りました。今回のは坂上のために取っていてくれたってやつ。そう。もちろんじゃないですか。ありがとうございます。いやいや。いくらまで払います？一食？それによっては今日の映像使えないかもしれないし。なるほど。カモですよね。鍋。カモ鍋。大変よ、カモ取りに行くのって。カモ鍋か。でも800円。手を打とう。打つんかい。あ、めちゃくちゃ合うでおなじみのネギですか。誰が言ったか知らないが、どうやら合うらしいの、ネギ。カモはまあいろんなカモいる中で、やっぱりその野生味が強いって言われがちなんです。だからこのネギ焼いて、焼いた香ばしさで帳消しにみたいな、そういう精神。でも今年年越しそばカモ南蛮作ったんですよ。全然臭みとかなかったな。ちょっと僕呼ばれてないんで何とも言えないです。まあそうですね。あれ来てなかったか。あ、そう。そうですね、呼ばれてない。だからなんかみんな生き生きしてたのかな。あの日の思い出。嫌われてる？よいしょ。これはね、セリです。セリ？セリはね、山の方に生えてる沢があるんですよ。で、セリを取って食べることもあるんです。ただ、まだこっちは標高が高いから、セリができてない。あと、セリもクレソンも水辺に生えるんですけど、セリはね、毒ゼリっていうセリがあるんです。もうセリそっくりなんですけど、茎の根元とか根の生え方をよく見て取らないといけないんだけど、それを誤食するとえらい目に合うから、まあおいおいいつかそんな動画があっても。油が出てきてる。黄色いのが。本当だ。今結構匂いは動物の匂いですね。血の匂いというか。匂わないですね。
匂ったふりとかできないんですか？嘘つけない。アクが出てきたらアクをすくって捨てようと思ったんですけど、はい、なかなかアクが表面に出てこないですね。まあ、ちょっと出てきてるのか。じゃあネギを入れ、お、湯気が。野菜だし。ものですね。うん。でも美味しそう。醤油。お塩。うまいわ。ありがとうございます。うまいわ。うまっ。じゃあ2、30分煮て、で最後お野菜を入れて食べます。はい、わかりました。ビールでも飲みます？飲みます。うまい。久方ぶりですか？だいぶそうですね。もう年末飲んだ時の気分がだいぶ途切れ途切れなんですけど。だいぶ酔ってましたよね。坂上さん？はい。わかんない。それ以上に飲んでるから俺。人のことなんでそもそも。ネギ、セリ、セリ。ひらがなですか？セリは芹沢鴨のセリです。おお。芹沢玉緒のセリですね。誰？いるんですかそんな人？クローズでなんか。おお。やべえ。やべえ。主演が。すっかり失念しておりました。柚子ですか？柚子。もう柚子も完全に終わってるんですけど時期的に。はい。でもまだこの子はねブヨブヨになってなくて、表面が張ってるので、これはまだ食べれます。髪は役柄伸ばしてるんですか？そうっす。夏の作品に向けて切っちゃダメで、この回がシャープ0にもしなるなら、シャープ1の頃なんて全然役で違う髪型した直後でしたもんね。もみあげもなかったですよねあの頃。そうですね。テクノカットで、あれはコーポの後ですか？あれは青春ジャックの後です。なんか太る役柄ないですかね。太る役柄着て太ってる時に一緒に漁に行きたいですね。僕が太れば足遅くなると思ってます。ならないんですか？ならない。そうなんだ。おお。はい。お、ありがとうございます。お好みで七味を使います。はい。いい匂いだな。
ただきます。うん。骨ですか？鉛玉。え？ちょっと見てください。ああ、本当だ。ここも潰れた後ですか？うん。へえ。うん。うまい。うん。油がうまい。肉自体はちょっと血が回ってる、歌詞は血が回ってる味がするけど、はい、うん、その血が野手に飛んでて獣肉食べてるっていうのと、血ってやっぱ栄養価高いからうまい、体が喜んでる。ネギもうまい。熱い。このトロトロのがトンと喉をこう直でもうまいわ。これは分かりました、先生。日本酒です。なるほど、なるほど。日本酒とマリアージュさせるんですね。うわーそういうこと言う。さすがテレビマン。テレビマン元ね。男は黙ってコップ酒よ。ありがとうございます。ナイス。うめえ。やっぱセリとかネギとか、ちょっと香味の強いのがめちゃめちゃ合う。酒飲まない日あります？週に6日は飲んでますね。多分、食べたら800円とは言わないな。900円ぐらい。そんなもん、大して上がってない。